はい、皆さん、こんにちは。驚きかもしれないですけど、これ実は起きて一発目の声なんですよね。僕いつも早朝に撮ってるんです。みんなルームツアーとかって見たいですかね？最近結構リクエストが来るようになって、やってみようかなと思ったんですけど、ただこの家あんま物がないので、見せるもんあんまないんですけど、やってっていう声が多かったら、やっちゃうかも。今日はセカンドチャンネル深掘り動画、消化台になっています。みんな大好き消化台。消化台についてはだいぶ前の動画で紹介しましたけど、今回は第3の目とも言われる謎の器官について深掘りしていきたいと思います。消化体は脳内の中央2つの大脳半球の間に位置する小さな内分泌器で、人間の体内時計を調整するメラトニンや幸せホルモンのセロトニンを分泌することで知られています。この消化体はほとんどの生物に存在していると言われていて、僕たち生物がこの地球で生きる上でのリズムを調整しているんです。消化体が内分泌器であることが分かったのは比較的最近で、外実リズムを制御していることを科学者が発見したのは1960年代でした。消化体の研究の歴史を見てみると、紀元前300年頃、アレキサンドリアのヘロフィレロスとエラシストラトスにより発見され、その後紀元2世紀のローマの外科医で哲学者のガレンドスが消化体の名所と位置を初めて記述したとされていて、彼は消化体が霊的プラウマの流れを調整する弁のような役目を担っているのではないかと言っています。プラウマはギリシャ語で精霊のことを言います。その後17世紀にはフランスの哲学者ルネ・デカルトが我を思うゆえに我ありという表現を掲げ、二元論を唱えました。実体二元論とは、この世界には物と心という独立した2つの実体があるという考え方で、デカルトは物質と心という2つの実体があり、これらが互いに独立して存在していると唱えました。そして消化体において物質と精神が相互作用すると主張し、そこを魂のありかとも呼んでいました。現代では二元論はあまり支持されておらず、この世のことは全て機械論で説明がつくと説明する機械論が普及していますが、魂の存在を完全に否定するのはちょっと難しいですよね。消化体では DMT という成分が分泌されることが分かっていますが、この DMT は自然界に発生する幻覚剤で、アマゾン北西部ではアワヤスカという DMT を含む幻覚性の飲料がシャーマニズムの儀式などで使われています。この DMT は心臓が止まった時に濃度が高まることが研究で明らかになっていて、低酸素ストレス時に肺によって大量に整合成され脳を保護する役割があるようで、そのため臨死体験などを引き起こしているのではないかと言われています。これすごいっすよね。死ぬ直前に脳を保護するために幻覚が分泌されるという、だとすると臨死体験っていうのは単純に幻覚を見ているに過ぎないということになっちゃうかもしれないですけど、スピリチュアル的にこの DMT は神とコンタクトをしたり神秘体験をすることと深く関わっていると考えられていて、消化体から分泌される DMT が魂の体への出入りを容易にしてくれるんだと言われています。前回のメイン動画でもねちょっと話したかもしれないですけど、みんなが言うこの幻覚っていうのはスピ的に言うと別次元をね見ているっていう可能性もあるので、呼び方が違うだけで、トカゲ類や魚類、両生類などには額の中央部に頭頂眼と呼ばれる第3の目があると実証されていて、頭頂眼は本来の目とよく似た構造をしていて、水晶体や網膜があり、光の強弱を感知して体内のホルモンの調整や体温調整を行っているそうです。彼らにとってこの第3の目が太陽の位置を測る羅針盤なんです。そして人間の消化体細胞も進化において網膜の細胞と起源を同じくすると考える進化生物学者もいて、こういった第3の目である消化体が最初1つ目だった動物が2つ目に進化する時に残ったオリジナルな目の痕跡だという説もあるんです。特にメキシコの淡水に住む熱帯淡水魚には陸地の川に住む目のある種類と、洞窟の水の中に住んでいて目が皮膚に覆われて退化した魚がいます。しかしこの目のない魚は消化体あるいは消化体近傍の前頭器官に網膜の光受容細胞と似た細胞を確認したとされているんです。また仏の眉間にある白毫と呼ばれる右巻きに丸まっている毛を表す突起は光を放ち世界を照らすとされていて、この位置はインド哲学における第6チャクラのアージャニーであり、ここは直感や意識と関わりがあるとされています。またシバ神などヒンドゥー教の神はその位置に第3の目を持ち、それぞれ消化体と関連しているのではないかと考えられています。この消化体について2018年1月から2019年4月の長期にわたり、ブラジルの研究チームが16人の霊媒師と16人の霊媒師ではない一般の人のグループに分け、消化体から分泌されるメラトニンやホルモン量を比較
較するテストを行いました。このブラジルの研究チームは、総合失調症などで人格分離を経験した人の消化体が通常の人よりも小さく、メラトニン分泌も低いことに注目したといいます。そしてグループの消化体の大きさとホルモンの分泌量を比較した実験結果は論文 Seat of the Soul の中で報告されたんです。テストの結果、みんなどうだったと思いますか？今から言うんですけど、霊媒師も非霊媒師も消化体に違いがないことが判明。関係ないんかい。知ってたけど。でも逆に考えると、消化体から出る DMT という成分に幻覚作用があると言いましたが、霊媒師のグループはその DMT の分泌すらなかったということです。これは霊媒師たちが幻覚作用を見ているわけではないという証明になったんで、そうなると話が変わってきますよね。霊媒師たちは幻覚ではなく、ごく普通に不思議な体験をしているということになるんです。これは消化体から DMT が分泌されて幻覚を見るという研究が間違っているのか、あるいは霊媒師たちが嘘をついているのか、あるいは嘘でもなく幻覚は幻覚で霊媒師たちは別のところで霊的なものを感じているのか。消化体は松ぼっくりのような形をしているため、たくさんの宗教的シンボルに松ぼっくりが表現されているという説があります。エジプトのオシリスの杖の先、はい松ぼっくり。バチカン美術館のピーニャの庭に飾られたローマ帝国時代のこちらの彫刻、はい完全にでかい松ぼっくり。アヌンナキも松ぼっくりを持っていますし、ギリシャ神話の神々が持っていたテュルソスっていう杖の先端が完全に松ぼっくり。ローマ教皇の杖にも松ぼっくり。こんな感じで時代も宗教も違うのにたびたび登場してくる松ぼっくり。そもそも消化体の名前の語源も松ぼっくり、松笠から来ていますよね。英語でも消化体はパイニオグランドって言いますが、松ぼっくり、パインコーンと語源が同じで、ラテン語のパイニア、ピニアがどちらかわかんないですけど、は松笠、松ぼっくりの意味をしています。松の木は地球上で最も古い植物属の一つだと言われていて、スパイラルの形状が完璧なフィボナッチ数列になっているとも言われています。フリーメイソンのシンボルとしてもよく使われている、このプロビデンスの目は神の全能の目とも言われていて、エジプト神話に登場するホルスの左目を表していると言われています。エジプト神話では天空の神、ホルスが太陽と月の両目を持つと言われていて、左目ウジャトの目は月の象徴、右目ラーの目は太陽の象徴とされています。そしてこのホルスの右目の形が消化体の断面図とそっくりなんです。消化体が全能の目だと古代エジプトの人々は分かっていたかのようですよね。またピラミッドの内部構造を思い出してほしいんですけど、すいません。今、みんなが思い出すのをちょっと待ってました。思い出す人はなかなかいねえわな。ピラミッドの王の間と女王の間はちょうど脳の消化体の位置と一致しているんです。これはピラミッドの神を留めるための場所、魂を取り戻す場所という説があり、なんだか消化体が魂のありかと言われているのとリンクしますよね。そんな素晴らしい精神世界を覗ける第三の目とも呼ばれた消化体。現代人の消化体は石灰化されているという話もあります。石灰化とは消化体にカルシウムが沈着する現象で、加齢とともにリン酸カルシウムや炭酸カルシウムなど結晶化した脳砂ですかね、脳と砂と書いてが出現するようです。そのため頭蓋骨を X 線で撮影すると石灰化した消化体が映るそうです。消化体の石灰化は早くて2歳から、そして人口の 40% もが17歳までに完全に石灰化されると言っている研究もあります。俺のも完全に腐ってるんだろうな。また消化体は思春期の早期発来を抑制するホルモンを分泌するっていう仮説があり、ある論文では消化体腫瘍は消化体の機能不全を起こす結果、その思春期発来抑制ホルモンの分泌低下をきたし、そのため思春期の早期発来を引き起こすという考えである。しかしながらその後、視床下部が性腺の発達と機能を刺激する中枢として重要であることが実験的に証明され、視床下部と下垂体の間の機能的関係がよく知られるようになった。これに伴い消化体腫瘍によって誘発される思春期早発症も視床下部への圧迫刺激によるものという考えが次第に優勢になり、何が言いたいかって、消化体が視床下部を圧迫した結果、性の成熟、生殖器の発達を即すということが分かったんですね。僕はオナニストなので間違いなく消化体腐ってます。子供の消化体は大人の消化体に比べて大きいとされていますが、これはまだ石灰化が始まっていないからだと言われています。なので小
小さい子がよく大人には見えないものを見たりしますよね。まあね、地上に降り立った直後なので、そういったスピリチュアル性が高いんでしょうね。イルカやコウモリは超音波で物体との距離感や他の生物の存在を感知していますが、それは他の生物の消化体から分泌される DMT を感知しているからだと言われています。人間にも電磁波を感知する能力があるのは解明されているので、もしかしたらテレパシーとは電磁波を感知し、自覚で会話できるようになるのかもしれないです。まあ日本では30まで童貞だったら妖精とか仙人とか魔法使いになれるっていう迷信がありますけど、その年まで性の発達がされなかったということは消化体が石灰化されてないということなので、あながちその説間違ってないかもしれないです。魔法使いになれた方、こちらまで体験談お願いします。超うざい煽り。人間は大昔言葉や文字がなく自覚でコミュニケーションを行っていた可能性もあり、ハワイなんかは1820年頃まで文字を使っていなかったとされています。ハワイはムー大陸が消滅した際にその消滅に巻き込まれずに残った島だと言われ、ハワイにはムー大陸に関するものがたくさん残っていると言われています。しかし言葉や文字の発達により消化体が退化し自覚が鈍くなったことで、そのムー大陸であった頃の破片が発見されにくくなってしまっているのかもしれません。またギョビクリテペでは人類最古の人型の石像がありますが、その石像には口が描かれていません。これもこの時代の人々はテレパシー、自覚を使っていたのかもしれません。このように消化体には無限の可能性を感じますが、消化体の石灰化は統合失調症やアルツハイマー病とも高い関連性があると言われていて、石灰化によるメラトニン分泌の低下が影響していると言われています。この石灰化の原因の一つとしてフッ素の蓄積が挙げられています。水道水や歯磨き粉に含まれているフッ素が原因としているのではないかと言われています。2019年に行われた実験で、実験用ラットに8週間フッ素なしの環境に置いた場合、フッ素入りの水を摂取していたラットに比べて消化体の細胞が増えるという結果が出たそうです。フッ素はそれ以外にも殺虫剤や農薬でも使われていたり、フライパンのテフロン加工などもフッ素樹脂のコーティングなので、生活のあらゆるところで我々はフッ素を摂取していることになります。もうみんなドロドロのヘドロ消化体っすよ。違う、みんな妖精だったわ。消化体の石灰化が進行してしまうと、人間の直感力や意識レベルが弱まり、よりマインドコントロールしやすい社会を作り出しているのかもしれません。ただ消化体の石灰化を食い止める方法はたくさんあります。先ほどの消化体を石灰化させるものをまず取らないことが大事ですけど、フッ素や農薬などですね、なるべく水道水は除水したり、オーガニック野菜を取り入れるなど、その他にも消化体のデトックスが必要とのことで、最近話題のスーパーフードだったり、その他にもアップルサイダービネガーやローカカオなども有効みたいです。気になる方はね、いろいろ出てくるので検索してみてください。また人間の体内時計は光に影響されるため、自然なリズムに戻るためにはやはり暗くなったらなるべくブルーライトを見ないようにするなど、また逆に日中はしっかりと太陽の光を浴びれることが重要とのことです。最後に石灰化を活性化させるために瞑想を生活に取り入れてみたり、またある特定の周波数を聞くことで消化体を石灰化させる音楽なども、YouTube にたくさん上がってますよね。こういったことが実際に効果あるのかはわからないですけど、少しでも自分の消化体が活性化して自分の秘めた力みたいなのが解放されていったら、ロマンありますよね。クソ中二病だけど最高。これらはあくまで説なので自分の判断で行ってみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。